皆さんこんにちは。大空カレージチャンネルです。さて今回は VMAX ユーザー車検当日編です。前回点検整備を行って準備万端のはずが最悪の天気。まるでこれから起きる出来事を物語るかのようです。久しぶりに工軸不合格。そこで大反省会を開きたいと思います。最後までゆっくりしていってね。というわけでついに車検の日がやってきました。なのによりによって最悪の雨。第1ステージの朝から雨だなんて今まで一度もなかったのに、なんか今日はついていない気がする。せっかく整備したのにこけてウインカーでも割ったらアウトです。まずはテスター屋さんに直行します。そして車検場向かいのテスター屋さんに到着です。実はこちらのテスター屋さん今回初めてお世話になります。入り口の看板実に控えめです。受付も何もありません。いきなり順番に並びます。奥で人が手招きしているので白線に沿って進みます。反省点その1、この時私は不覚にも初めてのテスター屋さんでディスチャージバルブが中で引っかかっているかもの言葉に動揺し、思わず地面に立ってしまい、シートから資料を浮かせて体重がかかっていない状態で調整してもらってしまったのでした。テスター屋さんで OK が出たので車検場に向かいます。到着です。一旦バイクを止めたら車検場を出て隣の外車屋さんに向かいます。二輪継続でユーザーなんですけど、書類を作っていただけたらと思うんですけど。はい、そうですね。はい、新しい自賠責は加入済みです。はい、お願いします。検査場に戻ってビート1階に移動。
おはようございます。ユーザー車検で二輪到着です。はい。あります。5番窓口で。はい、ありがとうございます。A と5番窓口に書類を提出します。それではお願いします。はい、ありがとうございます。申請手続き完了です。いよいよコースインです。バイク用1番コースは一番左です。先客がいるので待機位置で一旦停止です。検査官が手招きしているので屋根の下まで進みます。はい、どうも。はい、書類はコース前で外観検査です。反省点その2、この時私は不覚にも検査官の分かりますの質問に動揺し、はい分かりますと軽い気持ちで答えてしまったため、この後放置されることになります。たとえ分かっていても2年に一度のことだから初めてなので案内お願いしますと言うべきだったのです。検査官はどこかに行ってしまい、一人ぼっちになってしまいました。平成11年排ガス規制前の逆輸入車なのでプローブ検査はありません。どうしていいのか一人悩んでいると、表示器に税金を検査に載せる図が表示されるまでお待ちください。検査は表示器の点灯によりご案内します。表示が出たのでとりあえず前進します。いきなり始まったみたいです。コースの真ん中にタイヤを挟む溝とローラーがあります。溝の中のローラーに前輪を乗せます。ギアをニュートラルにしてください。スイッチを踏んでください。そのままお待ちください。スイッチを踏んでください。40キロでスイッチを離してください。すごいね。前と後ろのブレーキ使います。
ランプを上向きに点灯してください。反省点その3。この時私は不覚にもテスターで尻を浮かせて調整したのに、検査ではシートに尻を下ろしてしまい、ライトが上を向いてしまったみたいです。この時点では知る由もありませんでした。前へ進んで記録してください。記録機に検査表を矢印の方向に入れます。とりあえず表に出ます。コース出口にある検査総合判定室に書類を提出します。すいません。はい。そしてこんなプリントをもらいました。これを参考に一か八かその場で自分で調整。本日2度目のコースイン、ヘッドライトのみの検査です。先客はなく誰もいません。気づいた検査官が合図してくれました。検査官が再入場申告スイッチを押してくれました。今回は誰もついてくれないみたい。ギアをニュートラルにしてください。フットスイッチを踏んでください。ランプを上向きに点灯してください。もう一度検査します。ライトを上向きに点灯してください。反省点その4。この時私は不覚にもぼーっとしていて、テスター前の停止線にヘッドライトのレンズの位置に合わせなければいけないのに、停止線より後ろだったため最高高度点が上にずれてしまったみたいです。この時点では知る由もありませんでした。前へ進んで記録してください。とりあえず表に出るしかありません。テスターさんでやったんだけど、なんか今度はどんな感じですか？まだ上。はい、わかりました。そしてこれが2回目の結果です。一か八か勘でやってみましたが、やっぱりダメでした。1回の検査料で当日中に3回までしか受けられません。最後のチャンスなのでテスターさんに戻ります。さっきやってましたんだけど、まだダメみたいで。座った方がいいですかね？関係ない。周りが最初の紙とかで、ね、触ってましたから同じようにしてもらうと、こっちの結果が自分でやったんだけど、2回目もダメだ。これ2つやってます。ね。これでやりますよ。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。
というわけで再び検査場に戻ってきました。はい、すいません、ライトだけ3回目です。いよいよ3度目の正直、停止位置まで前進です。停止位置の右横に再入場申告設置があります。再検査はライトだけなのでヘッドライトを押します。やはり自分が思う位置と違い、前輪がだいぶ奥まで行った感じです。5番窓口に書類を提出します。じゃあお願いします。検査終わりました。はい、お願いします。はい、すいません。はい、ありがとうございます。新しい車検証とシールが発行されました。シールをナンバープレートに忘れずに貼りましょう。まとめ。本来は30分で完了するつもりだったのに、結局75分もかかってしまいました。とにかく電光指示器と場内アナウンスが目まぐるしく変わるので、ついていくだけで精一杯。ヘッドライト停止位置を見る鏡が設置されているけど、見ている余裕がありませんでした。反省点まとめ。1、テスター屋さんで必ずシートに座って調整。2、初めてです、案内お願いしますと言いましょう。3、本番でテスターと同じくシートに座って検査。4、ヘッドライトテスター前の停止線は前輪ではなくヘッドライトレンズの位置に合わせる。 VMAX は光量不足の対策も必要です。合格基準は15000カンデラ以上ですが、ディスチャージを使用しているので24000カンデラを計測しました。ヘッドライトブースターや高効率バルブなら良いですが、 LED や HID にする場合、テスター屋さんの話にもあったようにバルブの後ろ部分が大きいため、VMAX の小さなライトカバーに収まらず、工事不調整の際引っかかって動かないことのないように注意する必要があるでしょう。皆さんの健闘を祈っています。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。